ボンジュール。今日はとびっきりセンスのいいパリジャンヌのお宅でのアフタヌーンティーを皆さんに楽しんでいただきたいと思います。この動画を通して素敵な時間を味わっていただけたらとても嬉しいです。まずこちらは2020年2月に行われた新作発表会の様子です。何の新作かと言いますと、皆さんご存知ラデュレの新作ミモザのシリーズが発表された時のものです。ミモザの香りのマカロン、そしてろうそく、本当にミモザ一色のお披露目会でした。パリの2月はどうしても気がめいる季節なんですが、春を一足先に運んできてくれたかのようで、心に光が差したようでした。ラデュレといえば世界的に有名になったパリのスイーツのブランドです。そしてそのコンセプトを作ったのがこちらの女性、サフィアさんです。これは日本で出版されたラデュレをテーマにしたレターブックなんですが、こうして見ていると、このラデュレの独特の世界観にパリへの憧れを重ねていた方はきっと多いのではないかなと思います。その数日後、私はサフィアさんのご自宅でインタビューをする機会に恵まれました。このセンス抜群の女性は一体どのような道を歩んでこられたのか、そしてラデュレのコンセプトはどのように作られていったのか、とっても興味深い内容でした。インタビュー記事は Yahoo! Japan で紹介しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。こちらが当時のサフィアさんのご自宅です。とっても優雅なアパルトマンで、インテリアの隅々に惚れ惚れしてしまいました。そしてさらにその数日後、今度は彼女の家でアフタヌーンティーをするというのでご招待いただきました。西洋の食器がお好きな方、きっと歓声を上げていらっしゃるのではないでしょうか。ご覧の通り、ウェッジウッドのジャスパーウェアのシリーズがずらりと並んだテーブルセッティングだったんです。サフィアさんが蓋を開けると、まあ美味しそうなスイーツが登場しました。どれでも好きなのということなんですが、私はまずこちらをお願いしました。フランです。バニラビーンズがたっぷり入って本当に美味しそうでしょ。もうあれもこれも食べたくなっちゃう、なんとも悩ましい喜び。それにしても素敵な器に盛り付けられたスイーツはますます魅力的で、まるで芸術品のように見えるではありませんか。サフィアさん、このシリーズが本当に好きなんですね。一大コレクションです。そしてこんな風に実際にそれらを使って私たちをもてなしてくれる。つまりは実用も兼ねているわけで、美しさを分かち合う喜びというのでしょうか。招待された私たちはこのおもてなしを本当に心から楽しみました。サフィアさんはこの後引っ越しをしました。本拠地を南フランスに置くということで、パリのご自宅は少し小ぶりな
アパルトマンに移ったとのこと。今度はその新居の方でのアフタヌーンティーです。秋の冷たい雨の日だったのですが、サフィアさんのお宅の扉を開けると、そこはまさに別世界でした。以前よりずっと狭くなってしまったのよとサフィアさんはおっしゃいますが、どうしてパリの一等地でこのお住まいはむしろ贅沢。そしてここ本当に素敵なサロンドテになってますよね。以前のアパルトマンにあった家具で空間を構成しているんですけれども、また違った優雅さが生まれていると思いませんか？パリにいるとセンスの良い方にお会いすることがしばしばあります。そんな中でもサフィアさんの趣味の良さ、美的感覚は超一流です。彼女のようなセンスはちょっと真似ができないなと感じます。というのも、たくさんのもの、一見全く雰囲気が違っているようなものをも組み合わせて新しい美の世界を構成するというのかしら。日本の美しさはどちらかといえば引き算の美、一方フランスは足し算の美ではないかなと感じます。足していくことで豊かになるのだけれど、決して雑然としたり下品にはならない、絶妙な統率力とバランス感覚の持ち主がいわゆるセンスの良い人で、その頂点にいるのがサフィアさんのような人なのだろうなと思います。そうそう、スイーツはサフィアさんお気に入りの店があるんです。で、ガトー・エ・デュ・パン。前回もそのお店のものを用意してくれていました。女性のパティシエールさんのお店。そのせいでしょうか、毎日いただいても飽きないような優しさと繊細さがあるように思います。このティーカップがちょっと変わってるなと思いました。アジアっぽいですよね。おや、丸に十文字の模様。これはきっと薩摩の島津家の御紋ではないかしら。ちょっと失礼してお皿の裏側を見たいと思います。なんて書いてあるのかしら。大日本ジャパンと読めますね。これはもう間違いなく日本、しかも薩摩焼でしょう。このティーポットのデコラティブなこと、彫刻作品のようにも見えます。ティーカップの取っ手のところをよく見ると、こんな風にまるで美獣のような細工が施されているではありませんか。国内向けというよりも海外へ輸出することを目的に制作されたんでしょうね。まさかサフィアさんのところでこのような日本の焼き物に出会うとは想像もしませんでした。この薩摩焼はおそらく幕末から明治時代にかけて制作されたものだろうと思いますが、
さまざまな時代をくぐり抜けて、パリの抜群のセンスの持ち主のもとでこんなふうに生かされていることを知るのは、日本人としてとても嬉しいことです。そういえばミモザの季節にサフィアさんを訪ねた時、彼女は私にとっておきの宝物を見せてくれました。それがこちら。皆さん何だかわかりますか？箱セコです。着物の胸元に忍ばせる小さな箱というより、贅を尽くした昔の化粧ポーチって言えるかしら。サフィアさんは何度も日本を訪れていて、その機会に日本で気に入って買い求めたものをこうして大事にしています。これらの箱セコもまたサフィアさんのような方の手元に渡ってさぞかし幸せだろうなと思います。フランスと日本、美しき文化を誇る国、浅からぬ縁を感じますね。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。この動画が気に入ってくださったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。コメントもとっても励みになります。それではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。